皆さん旅行に行ったことある方、ちょっと手を挙げていただいていいですか。旅行に行ったことある方、人生で1回でもね、皆さん結構行かれてます。観光っていうのはすごい私たちによって身近なものです。中学旅行とか家族旅行とかあるわけですけれども、ただ他方でその学術的にこれを分析しようとすると、例えばその国際的な経済の動きが分かってなければいけないとか、観光に行く人の心理ですよね、心理学的なことが分かってなきゃいけないとか、あるいはその観光地をどう PR するかという意味ではマーケティングですね、経営学とかも分からなきゃいけないということで、極めて複雑な現象でもあるということで、2つポイントがありますね。1つは観光というのはすごく身近なものであるが、同時に学術的に分析しようとするとすごく難しいものでもあるということがあります。今は観光が持つさまざまな力というのが非常に重視される世の中になってきています。これはその国際観光といったものがかなり活発になってきているからでして、経済成長とか雇用とかそういうお話もあるんですけれども、同時にその観光で得られたお金を使って文化を維持するとか環境を保護するとか、あるいはその国際的な交流ですね、それが平和に寄与するという意味で観光というのは非常に重視されています。で特にその国連などは17の持続可能な開発目標で、これに対して観光の力を活用しようとしています。で日本の文脈、皆さんもニュースとかで見られると思うんですけれども、訪日観光客が2018年に3000万人を突破しました。今後は人口減少、少子高齢化がさらに日本は進みますので、観光を通した地方創生を行おうとしています。特にここで強調しておきたいのは、観光というのは価値創造ですね、クリエーションとかイノベーションとかがすごく大事になるものであるということで、これ皆さん何かお分かりになりますでしょうか。これ本なんですけども、兵庫県の城崎温泉という観光地がですね、タオルの形の本を作って温泉でも読めるみたいなやつとかですね、あと高野山ではナイトツアーということで外国人観光客向けのツアーが行われたりしているということで、新しい価値を作り出すのが今後の観光産業にとって非常に重要なことになっています。観光学で身につくものはたくさんあると思うんですけれども、今後グローバル化が進む中でグローバル社会を理解する力とか、さらにその皆さんインターネットとかでたくさんの情報を得られるわけですが、今は逆に現地に行って現地の人と触れ合うことで想像力とか共感力ですね、それを養うというのが今後の社会にとっては非常に重要なポイントになるだろうと思っています。東洋では昔から万願の書を読み千里の道を行くと、たくさんの理論を読んで旅をしようというのがありますが、観光学というのは現代のまさにこの理想を象徴するような学問だと思います。ということで皆さん観光学に関心を持っていただければ幸いです。